皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CC チャンネル、朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様にいい眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品は、眠りの貝殻と波音の傍聴、小樽と安らぎの傍聴、風と葉っぱと心の雫の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては、目を閉じ、リラックスして、静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように、おやすみなさいませ。眠りの貝殻と波音の傍聴。海と山に囲まれた小さな町に柔らかな風が吹いていました。その風は誰かの思いを運ぶようにそっと尾を立てていきます。春が名残を惜しむように葉を揺らし、夏の足元をそっと温め始める、そんな季節の境目。昼と夜の間に浮かぶようなその空気は少し寂しさを含んで、けれどどこか希望のようなぬくもりを持っています。星が瞬く夜、銀の傍聴や押しうる静かの扉がそっと風に押されるように開きました。あら、カランと小さな鈴の音が響き、銀は棚から顔を向けました。しかし、そこに誰かの姿はありませんでしたが、扉の足元に小包が一つちょこんと置かれています。柔らかな布に包まれた小包をそっと手に取ると、貝殻が一つコロンと転がり出てきました。白くて小さな、耳に当てると波の音が聞こえる海での貝殻。そしてそこには一通の手紙が添えられていました。銀さん、ずっと昔に海で出会ったものです。あの時は小さな子供でしたが、今では背もだいぶ伸びました。あの時、あなたがくれた夢の雫の傍聴、今でも大切にしています。この貝殻は最近見つけたもので、耳を当てると波の音だけじゃなくて、なんだか懐かしい気持ちがこみ上げてくるんです。きっとその理由がリーさんにならわかる気がしたので送ります。どうかこの貝殻が誰かの心を優しく包むようなポーションになりますように。懐かしいですね。銀は微笑みながら貝殻をそっと握りました。その目にはほのかな驚きと嬉しさの光が浮かんでいます。時の流れが手紙の言葉の行間から優しく香るようでした。それは何年か前、夜になると眠れなくなると話し、自分の思い出の貝殻を持って銀の店に訪れた小さな男の子からの手紙でした。その時銀は夢の雫を一銀で渡したのです。
きっともう大きくなっているのね。リンの声は少しだけ震えていました。誰かの成長にそっと触れられたような、その感動が胸に広がっていたのです。時間は静かに流れていきますが、こうして貝殻を通じて、また誰かの記憶に触れられることは、リンにとってかけがえのない贈り物でした。小さな記憶のかけらは、ポーションの材料になることは珍しくありません。貝殻の中には、確かに波の音のような、ゆったりとした記憶の気配が通っていました。これは、きっと眠りに寄り添うようなポーションになりそうですね。そうつぶやいたリンは、夜の風が窓を揺らす音を聞きながら、調光台へと向かいました。調光台の横にある木の棚にはよとりどりの瓶が並び、静かな音楽のように、不倫の音は響く場所です。リンたちは、それぞれ異なる物語を宿しているかのように、月明かりの中でかすかに揺れながら光っていました。そこでリンは静かに調光の支度を始めました。銀は星明かりの差し込む調光台にゴーション作り道具を並べます。透明な小瓶、丸い書物、そして一枚のレシピノート。そこに書かれていたのは、かつて波音のポーションを作るために記録しておいた材料たちでした。波音を宿した貝殻、眠気を誘う幼稚園の静か、星のかけら。そして静寂の心。それらを順番を間違えずに重ねていくことで、夢の入り口を開くポーションが完成します。まずは貝殻に眠る波音の記憶を引き出しましょうか。銀はそっと貝殻を耳に当てました。すると、すぐそこにいるかのように、潮さえの音がふわりと広がります。波が寄せては返す音、遠くで鳥の鳴く声、そしてかすかに聞こえる少年の笑い声。それは確かに昔、あの浜辺で聞いた音でした。ありがとうと言ってくれた。あの時のあの声。胸の奥にほのかな温かさが広がります。銀が調光台で作業を始めると、調光台が星の輝きのような優しい光を放ち始めました。まずは貝殻を小さな皿の上に置き、記憶の雫を吸ってきたらします。すると貝殻がまるで夢を見るかのように淡く光り始め、どの記憶をそっと放ち始めました。貝殻に宿った音の記憶はとっても繊細です。眠りを誘うポーションに調光するときは、他の素材がそれを傷つけないように、優しい素材で包んであげなくてはなりません。その音の記憶に夜露の雫をそっと加えると、空気がひんやりと柔らかく変わりました。まるで夜の海辺に立っているような気配です。次にリンは星のかけらをひとしずくそっと垂らしました。
すると、小さな皿から夜空に静かに瞬く星のような柔らかな輝きを放ちます。そして作業の最後に、銀は静寂の心を加えるために、静寂な時を思いながら、そっと祈りました。心の奥にある誰にも言えなかった願い、誰かに届けたかった思い。その静けさを込めるように息を整えて手を重ねました。ポーションが完成する頃、作業台の輝きはすっと落ち着き、調光台の上に置かれた小瓶がふわりと光を放ちます。小瓶の中で音と光が一つになって、淡い青色のポーションが完成しました。その色は深い夜と優しい夢の狭間のようで、見ているだけでまぶたが重たくなっていくようです。その所作はまるで魔法のように、どこか音楽の映像のようにも見える美しい光景でした。波音のポーション、無事にできましたね。小瓶を窓辺に置くと、月明かりを受けて、ふんわりと光を放ちました。その光は、見る者の心をゆっくりと波のように揺らしながら、深い眠りへと誘ってくれるのです。インは店の明かりを捨てて消し、椅子に腰掛けて、波音のポーションの小瓶を手に取りました。小瓶の中には小さな記憶の海が広がっているように見えます。その奥には誰かの言葉や微笑みが波の向こうに霞んで見えるような気がして、銀はそっと目を細めました。手紙を読み返しながら記憶を思い返します。懐かしいというには、あまりに短い時間しか経っていないように感じますが、数年は経っていました。長い年月を生きる銀にとっては、瞬きをするようにも感じる時間。それでも時間は流れているのかと、改めて感じます。けれども、その瞬きの間に誰かが少しずつ前に進み、少しずつ大きくなっていく。そのことをこうして知るたび、胸の奥がじんと震えるのです。きっと今、あの子もどこかで誰かを大切にしているのでしょうね。そう思うと、胸の奥がじんわりと温かくなりました。大切なものは手の中からこぼれ落ちても、心の中ではちゃんと形を変えて残り続け、静かに目を閉じると、小瓶の中から流れるようにして、波の音が部屋を包み始めます。それはとても優しい時間。リンはそっと静かな店内を眺めます。星明かりが窓から差し込み、色とりどりに反射して、まるで部屋の中に小さな波紋が広がっているようでした。その光の揺らぎに身を委ねているうちに、銀のまぶたは少しずつ重くなり、いつしか夢と現実の淡いへと導かれていきます。その夜、銀は不思議な夢を見ました。夢の中で彼女は海辺に立っています。潮風が髪を撫で、
波が足元に囁くように寄せては返しました。そして波打ち際には小さな影が一つ。ミンさん。駆け寄ってきたのは、かつて店を訪れたあの男の子です。けれども、その姿はあの頃よりも背が伸びていて、瞳の奥にしっかりとした光を宿していました。その光は、まるで夜の波間にきらめく星のようで、リーはそれを見て、思わず微笑みます。お久しぶりです。大きくなりましたね。リンがそう言うと、彼は少し照れたように笑って、貝殻を差し出しました。この貝殻、まだ波の音が聞こえるんです。あなたがくれたポーションと同じくらい大切な音です。リンはその貝殻を受け取ります。手のひらの中で貝殻は優しいぬくもりを持っていました。それはきっと彼が長い間大切にしていた時間の証です。リーはそのぬくもりを感じながら言葉にならない思いが胸いっぱいに引っかかるのを感じました。一人の小さな少年が大切な記憶を胸に歩み続けてきたことは何よりも嬉しかったのです。僕ね、今は人にお話を届ける仕事をしているんです。言葉にできない気持ちを字にしたり手紙にしたりして、だから今度は僕が誰かの夜に寄り添えるようになりたくて。リンは心の奥から溢れるような優しさに包まれました。自分がお店を始めてから出会った小さな種は時を経てこうして一つの花を咲かせていたのです。まるで波に揺られて流れていた種が遠い岸辺でひっそりと芽吹いていたような、そんな静かな感動がありました。夢の中の彼は静かに言います。あなたのポーションが僕に夢を見る勇気をくれました。ありがとう、リンさん。その言葉を聞いた瞬間、海辺の風景が柔らかく揺れます。波が白く光りながら空へと舞い上がっていきました。リンは目を閉じ、深く深く心の中でその記憶を抱きしめます。そしてその夢がただの幻ではなく、どこかで確かに続いている物語の一部であるような、そんな不思議な確信が胸に残っています。朝になり、店の扉をノックする音で、リンは目を覚ましました。リンさん、ポーションをお願いしたいんです。訪ねてきたのは、町に住む女の子です。大切な人を亡くしてから夜が怖くて眠れないと小さな声で話してくれました。銀はしばらく考えた後、奥の棚から波音のポーションを取り出します。これはね、海の音が閉じ込められているポーションなの。眠る前に耳を澄ましてみてください。きっと優しい記憶が寄り添ってくれると思いますよ。女の子は小さな手でそっと小瓶を受け取りました。その表情に
ほのかな肌の色が浮かんでいます。小さな希望の光が少女の胸にそっと灯ったのをリンは確かに感じました。ありがとう。このポーションを見ているとなんだか眠れそうな気がします。リンは微笑みながら少女の背中を見送ります。扉が閉まると店の中はまた静けさに包まれました。波音のポーションは一つの夢から生まれたものです。そして今、それはまた別の誰かの眠りに寄り添おうとしている。リンはそれがとても素敵なことのように改めて感じました。誰かの記憶がいつの誰かの安らぎへと変わっていく。その静かな連なりがこの店の魔法なのだとリンはそっと胸に手を当てました。店の棚にはいくつものポーションが並んでいます。星の静か、夢の静か、言葉のかけら。それぞれが誰かの記憶や願いを包み込み、小さな物語をつないでいくのです。そして今日、波音のポーションも静かにその仲間入りを果たしました。夜になり、明かりを落とし終えたリンは、再び貝殻の小瓶を手に取ります。月明かりが静かに差し込み、小瓶の中の液体がキラキラと光りました。この貝殻がまた一つの眠りを包んでくれたのですね。そう思うと、リンの心は温かく満たされました。思い出は姿を変えて優しい音となって今も誰かのそばにいる。そう信じられることがリンにとって何よりの癒しでした。その夜、リンはふと思い立ち、便箋を取り出します。夢の中であったあの青年への返事を書こうと思ったのでした。お久しぶりです。あなたがくれた貝殻は今新しいポーションになりました。その音はどこかの夜の静けさに溶けて、また誰かの夢を優しく包んでくれることでしょう。眠れぬ夜が波の音に揺らぐような安らぎに変わりますように。いつかまたどこかで会えたらですね。星降る静か、銀より。そして手紙の端にいつものように小さな星型のスタンプを押しました。手紙を書き終えたリンは深く息を吸い空を見上げます。今日も星たちが静かに瞬きながらまるで海の泡のように夜空に広がっていました。眠りの祈りがどうかと解きますように。そうつぶやいてからリンはそっと明かりを落とします。その夜、街には優しい静けさが流れていました。波の音のようにそっと心を撫でるような夜。それは夢への入り口となり、誰かの大切な記憶へと静かにつながっていったのでした。蛍と安らぎのポーション。海と山に囲まれた小さな町の端で、風の通り道にひっそりと佇むポーションや
星降る雫は今夜も小さな明かりを灯していました。棚には色とりどりの瓶が静かに並び、誰もがそっと息をしているかのように揺らめいています。お店を営むのは長い時を生きるエルフの女性銀。今日は芽吹きの丘までおしめ草を取りに出かけていましたが、夕暮れとともに帰ってきました。お会い初夏の風が店先に香る頃、と夜の草むらから小さな気配が届いてきたのです。こんばんね。それはとってもかすかな、でも震えるような声でした。銀が店の外に出ると、そこには一匹のホタルがポツンと浮かんでいます。でもその背はほんのり青白く光っているだけで、ホタル本来の淡い輝きはどこかへ消えてしまったかのようでした。あなた、光をなくしてしまったのですね。ホタルははにかむように羽をすぼめました。はい、気づいたら光れなくなっていて、の森を越えてここまで来るのはやっとでした。ここは星降る雫です。困っている方たちが足を運んでくれるのですよ。どうぞ中へ。銀は優しく微笑むと、ホタルを店の中へ迎え入れました。店内は静かで、ハーブとポーションの香りが混じり合ったような落ち着いた空気に包まれています。銀はホタルを窓辺の小さな木皿にそっと乗せ、ハーブティーを小さなスプーンに入れてそっと差し出しました。光を失ったのにはきっと理由があるのです。あなたの記憶と心の音を少しだけ聞かせていただけませんか。ホタルは少し迷っていましたが、銀の目を見てそっとうなずきました。そして小さな声でぽつりぽつりと語り始めたのです。昔、僕は誰よりも輝いていたんです。でも、ある晩、空を見上げたとき、急に怖くなってしまって、こんなに広い夜の中で自分の光なんて意味があるのかって。その時、銀の目に浮かんだのは小さな記憶のかけらでした。闇を恐れて羽をすぼめた過去の夜の情景。空に飲まれそうになって泣いていたホタルの姿。光が見えなくなったのは自分を責めてきたからなのですね。でもその光は消えたわけではありません。あなたの光は心の奥で静かに眠っているだけなのです。リンはそっと目を閉じました。そして棚から一つの瓶を手に取ります。それは月明かりのポーション。夜空のような淡い青が揺れて、わずかに光を放つ優しい香りのポーション。そこに今日摘んできた干しめ草と森の奥でしか取れない静寂の葉を加えて、瓶はゆっくりと混ぜました。最後にホタルの心に寄り添うように店の奥から小瓶をもう一つ。記憶のホタルと呼ばれるポーションを取
いたしました。これは記憶の中に眠ったものをそっと照らしてくれるもの。あなたの心にもう一度光が灯るように。銀は2つのポーションを慎重に混ぜ合わせ、そっと手を合わせて祈ります。すると淡い金色のポーションが完成しました。それはまるで遠い夜空に浮かぶ星のように小さくとも確かな光をたたえています。名前はまだありませんが、きっとあなたのためのポーションなのです。ポーションが完成すると、リンはそれを小瓶に入れ、蓋に青いリボンを結びました。そして、小樽の前にそっと差し出します。このポーションを一滴羽に染み込ませてみてください。小樽は少しだけ戸惑いながらも、銀の言葉にうなずき、小さな羽の先にぽったりとその雫を垂らしました。するとその瞬間、羽から淡い光がふわりと広がり、小樽の周りを優しく包みます。それはまるで失われていた自分自身の輝きが静かにも立ってくるようでした。この光、暖かいです。それはあなたの中にあった光なのですよ。渡るは目を細めながら空を見上げました。店の外では草むらから虫たちの小さな鳴き声が聞こえています。コロコロ、チリチリと、まるで夜の音楽隊がそっと音色を奏でているようでした。リンさん、自分がいなくても夜は変わらず美しいって思ってしまったことがあったんです。ねえ、夜は静かに続きます。でも、あなたの光だからこそ、誰かが道に迷わずに済んだかもしれません。光は誰かのためにあるわけじゃない。でもね、光っているだけで誰かの心に安らぎを届けていることもあるのです。小樽は少しだけ涙を浮かべながらそっと羽を震わせました。ありがとう、リンさん。僕、もう少し飛んでみます。ゆっくりでいいのですよ。光は無理に輝かせなくていいのです。ただ、心のままに。小樽は窓辺から夜の草むらへと飛び立ちます。その背にはささやかでも美しい金色の光が揺らめいていました。リンはそれを見送ると小さく息を吐きます。今夜も良い夢を。そして机の上に残ったポーションの瓶のラベルに安らぎの雫と名を記しました。静かな夜、星降る雫の店先には小樽の光と虫たちの声が静かに響いています。翌日の夜も星降る雫は静かに明かりを灯していました。窓辺には昨晩飛び立った小樽の残した小さな光の名残がまだ残っているようです。リンは棚の一角に新しく加えたポーション、安らぎの雫をそっと置いていました。
黄色の柔らかな光を照えるその瓶は静かにまるで眠るように輝いています。ちょうどその時、店の扉がそっと開きました。入ってきたのは町の少年優斗でした。こんばんは、銀さん。相談があって。優斗は帽子を握りしめながら、どこか落ち着かない様子でした。いつも元気いっぱいな彼が、今日は少し影を落としています。妹が、最近眠れないみたいで、夜になると星を見ながら泣いてるんです。何があったのか話してくれなくて、でもきっと何かに怯えてる気がして、銀はそっとうなずきました。夜が怖くなってしまうことは誰しもあることです。それは大人でも子供でも心の中に静かに目を出すなのです。銀は棚からそっと安らぎの静かの瓶を取り出しました。そして小さな欄下の明かりのような瓶の光を優斗に見せます。この帽子を妹さんの枕元に置いてあげてください。一滴布に染み込ませれば心が優しくほどけるはずです。ありがとう、銀さん。これで妹がまた笑ってくれるといいな。銀は微笑みながらもう一つ小さな銀を手渡しました。それはほんのりとラベンダーとおしめ草の香りがする夢の静かです。こちらもどうぞ。お休み前に兄弟で一緒に使ってください。眠ることは心の中をそっと整える時間ですから。優斗は深く頭を下げてから店を後にしました。静かな夜の風が扉を揺らし、銀の髪が終わりと思います。その夜、銀は店の明かりを消す前に空を見上げました。雲に覆われた夜空、星の一つも見えない深い闇。でも胸の中には確かな光だと思っていました。それは昨晩の蛍のこと。そして安らぎの雫を受け取った誰かの心に生まれる静かな希望のこと。星が見えなくても光はちゃんとここにあるのですね。銀はそっと目を閉じて胸に手を添えました。夜の草むらでは虫たちの音が今日も変わらず囁いています。数日が過ぎたある晩、銀が店の奥で新しいポーションの調合をしていると、開けていた扉から声が聞こえました。こんばんは、銀さん。そこに浮かんでいたのは、光をなくしていた蛍でした。けれど、今回は光をなくしてなどいません。羽の先には、前よりも柔らかく、でも確かに暖かな光だと思っています。いらっしゃいませ、蛍さん。そう言って、銀はそっと微笑みます。また、お会いできて嬉しいです。実は、お伝えした
きました。ホタルはぽつりと話し始めました。僕、光を取り戻してから森の中を少しずつ飛んでいます。最初は怖かったけど、気づいたんです。僕の光を見て、花はゆっくり咲いたり、動物たちは安心して寝ていたり。小さなことだけど、僕の光が誰かの安らぎになっていると、初めて思いました。銀は、微笑みながらうなずきました。それは、とても素敵なことですね。光は、自分の外側を照らすだけじゃない。自分自身の心も優しく温めてくれるのです。それから町の子供が森の淵で迷っていたんです。その時、僕、勇気を出して飛びました。僕の光を見てその子、泣きながらありがとうって。ホタルの瞳に静かに涙が光りました。あなたの光はもう一度生まれたのですね。心の光は失われることはありません。見えなくなってもちゃんとそこにあるのです。瓶は棚から一つの瓶を取り出しました。それは安らぎの雫。それを小さな瓶に入れてから小さな羽の形をしたらべようにホタルに手を渡します。この雫を次に出会う誰かへ届けてあげてください。あなたの光が誰かの心の夜を照らしますように。ホタルは深く羽を震わせてお辞儀をしました。はい、今度は僕が安らぎを届けていきます。そして店を後にすると夜の空へと舞い上がりました。草むらにぼーっと浮かぶ光。それは星の見えない夜空に静かに咲く一輪の花のようでした。銀はカウンターの奥にある記録帳をそっと開き書き留めます。光を失ったホタルは再びその光を見つけました。それは誰かの心を照らすための小さな光。安らぎはそっと手渡され、夜の中に優しく咲きます。そしてその光はいつかまた別の誰かの夜をそっと照らしてゆくのです。そしてゲージの端にいつものように小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは失われたように思えた光が本当は心の奥に灯っているという歌詞。書き終えたリンはゆっくりと目を閉じます。今日もまた誰かの心に小さな光が生まれました。それがいつか巡り巡って世界を優しく包みますように。ホタルの光はもう消えることはありません。それは安らぎという名の希望の明かり。静かな夜にそっと寄り添い、心を包む小さな小さな奇跡の明かり。そしてリンはそっと心の中で祈ります。おやすみなさい。明日はきっと穏やかな光に包まれますようにと。風と葉っぱと
心の静か。春の終わり、昼と夜の境目に、不意に風が吹き抜けました。小さな町の外れにあるポーションや、星降る雫の軒先にも、その風は静かに流れていきます。銀はちょうど棚に並ぶ瓶たちの一つ一つを置いているところでした。窓を開けたままにしていたため、店内には春の匂いを含んだ風がふわりと流れ込んできます。するとカウンターの上に何かが迷いました。それは一枚の葉っぱです。色は春の名残をとどめたような淡い緑。けれど、その縁にはほんのりと夏の予感のような金色の光が揺れていました。風に運ばれてきたのですね。銀はそっとその葉っぱを手に取りました。葉っぱの表面にはごく小さな虫のようなものが浮かび上がっています。けれど、それは言葉というより心の響きのようでした。ありがとう。またね。よかったよ。それらは声ではなく、ささやかな感情として葉っぱの内側に染み込んでいるようでした。これは記憶の葉ですね。きっと誰かの感謝の気持ちが風に乗って集まったもの。銀は目を閉じて葉っぱに耳を澄ませました。どこか懐かしい声、小さな笑い声、眠たげなつぶやき。誰も春の終わりに交わされた静かなありがとうたちでした。この葉っぱからなら優しいポーションができそうですね。銀は棚の奥から小さな瓶を取り出し、瓶から流れゆく葉と呼ばれる春と夏の間だけに取れる葉を取り出しました。それは季節の狭間に吹く風とよく似た香りを持ち、心をお毒さよういます。流れゆく葉と風の記憶を宿したこの葉っぱ。それに少しだけ静寂の心を加えれば。銀はゆっくりと調合を始めました。すべての動作がまるで誰かに話しかけるように優しく穏やかです。そして数時間後、彼女の手の中には新しいポーションが生まれていました。瓶の中には柔らかな琥珀色の液体が揺れており、風が吹くたびに小さな葉がふわりと缶では沈んでいました。名前は心の雫にしましょう。眠る前に一滴。きっと心がほどけて優しい夢の入り口に立てるはずです。外ではまた一つ風が通り過ぎていきました。葉っぱが一枚静かに揺れながらそっと空へと上がっていきます。その夜、星降る雫の扉の前には影が一つ立っていました。まだ春の香りが残るコートを着た旅の詩人ゼロでした。彼は海のティーリーフを探しに来た時以来、たまに訪れては自身が綴った詩詞を見せてくれます。お久しぶりです、リンさん。春の終わりには
あなたの店に行きたくなるんです。ゼロは肩から下げた古いカバンをトントンと叩きました。そこからこぼれたのは色とりどりの紙に綴られた小さな刺繍です。街を歩くたびにいろんな人の声を拾うんです。でもね、この季節の声はなんだか眠たくて静かで、誰もありがとうやまたをばかりです。今微笑みながら今日調合したばかりの心の静かを見せました。それは風に乗ってやってきた葉っぱから生まれたポーションなのです。人の声をそっと集めて一つの静かな形にする。03の詩と同じですね。ゼロは銀を手に取り、ゆっくりと顔を近づけました。すると、まるでどこかの草原で聞こえてきた風の音や、眠る直前の子供の寝息のような優しい気配が感じられます。ゼロはそっと目を閉じその気配を感じた後、まるで割れ物を扱うかのように心の静かをカウンターに置きました。これは一つの詩ですね。眠りのための風の詩、まるで星が心に降ってくるようです。リンはゼロの言葉に微笑みながらそっとポーションを包みました。春と夏の間は心が揺れやすい季節です。寝時と別れが交差するから少しだけ眠れなくなる人がいるのです。その人たちに僕の詩を届けたいな。このポーションと一緒に静かに枕元に置いておくんです。朝起きた時に心が少しだけ暖かくなっていたら、それだけできっと大丈夫だと思える。ゼロは包みを胸に抱くようにして扉の外へと出て行きます。また入れしてくださいね。風がまた一枚葉っぱを運んできて彼の足元を回りと通り過ぎていきました。店の入り口に立っていたリンはその葉っぱを拾い、そっと手のひれに包みます。そこにはまた一つ小さなありがとうが込められているようでした。風は今日も誰かの思いを運んでいるのですね。そのすべてがきっと誰かの心にそっと寄り添うような優しい音になるのです。そうつぶやきながら、リンは棚の上の空き瓶を一つそっと手に取り、その葉っぱをしまいます。今夜もまた風と葉と記憶の声に耳を澄ませながら優しい時間が過ぎていくのでした。夜空には星々が変わらず瞬き、人たちを優しく見守ってくれています。その翌朝、リンは早起きして森の入り口まで散歩に出かけることにしました。春と夏の境にある朝は、どこかくすぐったいような暖かい静けさに包まれています。小鳥のさえずりとほんのり湿った草の匂い。足元ではパサつゆをまとった葉が光を浴びてキラキラと輝いていました。昨日の風はどこまで行ったの
でしょうね。銀はそっとつぶやきました。風が去った後の森は、まるで某所を一滴落とした後のように、優しく沈黙しています。ふと、小道の先から足音が近づいてきました。見覚えのある姿、それは配達員の湯でした。大きな袋を背負い、走っていたのか息を少し楽しながら、にこりと笑います。おはようございます、銀さん。昨夜、セロさんに会いましたよ。彼が、これはしだから大事に運んでねって言って、この包みを託してくれたんです。そう言って、湯は小さな包みを差し出しました。包みの中には、淡い色の封筒と一枚の葉っぱ。その葉っぱには、木のアリの手元を訪れたものと同じように、小さな感情の声が宿っていました。ありがとう、大丈夫、またね。文字にならない思いが優しく葉っぱに染み込んでいました。今、封筒の封をそっと開けます。そこからはゼロの筆跡で綴られた一点の詩と短い言葉が書かれた手紙が出てきました。一点の詩にはこう綴られています。風の言葉、風はいつも声を運ぶ。言えなかったありがとう、最後に渡せなかったさようなら。眠る前にそっと感じる誰かの気配。それが心の静かになる。そしてもう一枚の手紙にはゼロからの言葉。この詩をポーションと一緒に届けてください。どこかで誰かが眠れない夜を過ごしていたら、その人の枕元に風がそっと寄り添えますように。銀はそっと手紙を見つめました。まるで心の奥の静かな場所が暖かくほどけていくような一点の詩です。その日の午後、銀は心の静かな小瓶にゼロの詩を添えたカードを一本一本に結びつけました。銀の中にはまだ名もない誰かのありがとうがそっと揺れています。日が傾き始めた頃、銀の店に来客がありました。それは町の図書館で働く少女、ミオです。彼女の子供に行っている読み聞かせは、今では町でも有名になっていました。ミオの静かで穏やかな言葉は、聞く人の心にそっと寄り添うのです。彼女からの相談は、一緒に働く友達が夜になると時折眠れず、本棚の陰で静かに目をこすることがというものでした。銀さん、この間いただいた夢の雫、とてもよく眠れました。今日は友達のために何か優しいポーションを探しに来ました。銀は微笑みながら心の静かの瓶を手渡しました。ミオはその琥珀色の液体を見つめ、まるでおとぎ話の宝物のように大切そうに胸の前に包み込みます。これは風
風が運んできた言葉のかけらなのです。少しだけ疲れた心にそっと触れてくれるかもしれません。リンはミオと友達を慈しむかのように微笑みました。その微笑みは見る人を引きつけるような優しく透き通った微笑み。ミオは静かにうなずきました。ありがとうございます、リンさん。その言葉は暖かな風に溶けていくようでした。そして夜が訪れます。リンは店のランプを消し、窓を少し開けたまま星を眺めていました。そこにはいつもと変わらない星々が優しく瞬いています。星々はいつまでも変わらず瞬く。そして私たちを優しく見守ってくれているのです。外では今日もまた風が吹いています。静かにどこからともなく一枚の葉っぱが舞い降りてきました。リンはその葉っぱをそっと両手で受け止めます。そこにはまだ文字にならないけれど確かに伝わる気持ちがたくさん詰まっていました。明日もまた正しいありがとうが風に乗ってやってくるのでしょうね。風は何も言わないけれど、時々大事なことをちゃんと教えてくれます。リンは棚から小さな瓶を取り出し、ラベルにそっとペンを走らせました。風と葉っぱの記憶。そう名付けたその瓶は、店の奥の一番静かな場所にそっと置かれました。外の風が優しく扉を叩いています。それはまた新しい一日が穏やかにやってきますよと伝える合図のようでした。リンは店のカウンターにある記録帳を開き、今日の出来事を書き記します。今日、03の詩が届きました。葉っぱに宿る声は、たくさんのありがとうだったのかもしれません。ミオさんには、心の雫を手渡しました。ミオさんの友達を思う優しさ。心の雫の瓶に添えた03の詩。きっとその方の眠りにそっと寄り添ってくれることでしょう。ページの端には小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは葉っぱに宿ったありがとうが誰かの心を照らしている証。書き終えたリンはそっと目を閉じ、胸の奥にある小さな光を感じました。そして今夜もまた一つの夢が優しく開きます。風に乗った葉っぱの記憶が静かに心に寄り添いながら、明日もきっと優しい風が吹きますように。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。